ってもらったのがこちらの写真でございます。はい、前回と違って真ん中が白くなっているのがお分かりになりますか？皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、まこちゃん緑藻に実はなってましたということをお話ししていこうと思います実はですね、まず一発目、去年の夏ですね、こんな傷ができてました。全体的にお尻がこうね、皮がペロって一個むけたような感じになってるんですが、褥瘡って何ですかっていう人もいると思いますけども、簡単に言えば床ずれです。下半身麻痺または麻痺の人たちはやっぱお尻に感覚がないので、お尻が痛いなと座ってる時思ってもそれが分からず、ずっと骨がね皮膚に対して圧をかけちゃって傷になっちゃって、最終的には穴が開いて、でその穴から菌が入っちゃって、最悪な場合、死に至るというような、もうその麻痺の人たちにとってはね、すごく気をつけなきゃいけないものが褥瘡になります。その褥瘡はね、お尻以外にもできるんですが、まず一番はお尻を気をつけてはいるんですけども、こんな風に去年できちゃいました。でも私はお医者さんに行きたくなかったんです。もうお医者さんに行っちゃうと定期的に店に来てくださいねっていうのもあるし、ベッドに横になっててくださいね、車椅子にあんまり座らないでくださいねって言われるのも嫌で、自分が持っていたやけどの時に使っていた薬、なんか軟膏みたいなのを塗っときゃいいかって思ってぬりぬりしてやってみました。でまずなぜ私ここにこんな傷ができちゃったんだろうなと考えます。普段車椅子に乗っている時にそこはこうクッションとお尻でこう当たる部分ではなかったんですね。ただちょっとずっこけた体勢、姿勢をこう悪く座ったような体勢で座っちゃうと、そこにどうしても骨が当たって皮膚に圧かけてんなっていう感じはあったんですけど、そんな座り方をすることもなくて、じゃあなんでだろうって考えた時に一つ思い浮かんだのは新幹線です。飛行機移動はね、私すごくするんです。もう庄内羽田、羽田から福岡と、計3時間4時間自分の車椅子じゃなく機内にいたりすることもあるんですが、それでも褥瘡になったことはありませんでした。でも去年から福岡と大阪を新幹線で行くということも多くて、そうなると新幹線の座席に乗り移って約3時間くらい移動するということがあります。で新幹線の座席って結構固めだな、特に多目的室の椅子って固めだなと個人的には思ってます。多目的室ってこうベッド上にできる椅子があるんですけど、私の場合それをできない、車椅子が入らなくなっちゃうのでそれができなくて、ちょっと背もたれに角度をつけた30度とか45度くらいで座っていることが多くあります。でそうなるとそのずっこけ体勢になってそこに圧を3時間かけてるなという私のイメージですね。その影響でもしかしたら褥瘡になったんじゃないかな夏はなんて考えてました。なので、ベッド上で過ごすこともなく普段と変わりない生活リズムでお薬をぬりぬりしていたら、こんな感じである程度良くなったからもういいやっていうので流していたんですね。で先々月9月に体を洗っている時に私は発見するんですけども、お尻をこう手でお風呂に入っている時に触ったら、またなんか変な感じがするって、なんか皮膚やられてる感じがするなって思って、しかもちょっと海っぽかった、海感があったっていうんですか、触ったらこう匂い嗅ぐんですよ、指を。そうするとどうしてもなんかちょっと海感、ぐじゅぐじゅ感あるなと思って、これはなんかもしかしたらやばいなで、ちょうど福岡にいるタイミングだったので、やけどでお世話になっていた皮膚科さんに行ってみました。で撮ってもらったのがこちらの写真でございます。
はい、前回と違って真ん中が白くなっているのがお分かりになりますか？これはやっぱり深くなっている証拠なんですね。傷がちょっと深いという証拠になっちゃって、どうしてもこのお尻の割れ目のところってなかなか自分で薬も塗りづらいし、皮膚としては薄い部分になっちゃって褥瘡になりやすい部分でもあるんです。まあどうしようかなってなったんですが、そこまで寝た状態で過ごさなきゃいけない、車椅子に乗っちゃいけないっていうほどのレベルではなく、ちょっと治りかけているよということで処方をしてもらった薬がこちらですね。このプロティスタン軟膏っていうもので、これは私やけどの時も実際使っていた軟膏になります。褥瘡とか皮膚潰瘍治療剤、皮膚をうにゅうにゅとこう生み出してくれるのを強くしてくれる、結構強めのお薬になるんですね。自分で一人暮らしの時って薬を塗るのも大変です。でましてお尻だから本当にこう、布団にいる時に体をできるだけ頑張ってひねって、もう感覚で薬塗って、で自分でガーゼやってテープして、最後透明なフィルムでこう覆うっていうのを一人でやったりもするんですけど、やっぱ大変ですよ。とっても大変で、だからちょうど山形に2週間戻るタイミングだったので、家に帰ったら母親とかがいるので、母親から薬を毎回塗ってもらって、そしたら約2週間後こんな感じです。もうほぼ治りましたすごいですね。それくらいやっぱ強力なお薬なんです。でこの時も車椅子生活っていうのは別に普段と変わりなく除圧というのもしてないですし、何の意識もしてなかったんですけど治ったんです。だからやっぱり、このお尻がひどくなった時も新幹線に乗る時間っていうのは結構あったんですよね。名古屋とかに行く時もあったし、だから計4時間くらい乗ってる時とかもあったので、やっぱり私のここのお尻さんの原因は新幹線にあるんだなと個人的には思っています。なので皆さん新幹線気をつけてくださいっていうのはあれなんですけど、私も乗る時今後気をつけなきゃいけないなと改めて思いました。普段寝る時とかも皆さんマットレスとか意識してるんじゃないかなと思うんですけど、私も一番初めは本当に褥瘡気をつけてね、褥瘡気をつけてねってすごい言われていたので、褥瘡用のマットレスっていうのが約シングルで7万円くらいするんですけど、それを買って使っていました。ただやっぱシングルだから狭いし変えたいな、でも褥瘡心配だなってこういろんな狭間でね戦っていたんです。ただ私ホテル暮らしもすごい多い中でホテルのマットレス使ってても別に褥瘡になることもなかったし、あと福岡で一人暮らしをし始めた時は、ちょっと提供でねグーグースリープっていうマットレスをいただいたんですけども、基本的に仰向けでずっと朝まで寝るんですけど、それをやってても褥瘡になったことっていうのはないんですよ。だからなんか別に褥瘡用マットレスじゃなくても今のマットレス体圧分散しますよっていうマットレスって結構十分なんじゃないかなって思って、山形のその実家のお布団も、変えました。トゥルースリーパーに変えたんです。前ケイソンの人が俺トゥルースリーパー使ってて体変換してないよっていうのも知ってて、あとトゥルースリーパーを使えるタイミングというか提供いただけるタイミングもあったので使ってみようって思って使ってみたら、やっぱりすごい良かったです。やっぱこう睡眠の深さっていうのも私はトゥルースリーパーの方が深くなったなと個人的には思います。なので使ってみてダメだったらこう返品できるんですね、トゥルースリーパーは。私価格もキャンペーンだと1万5000円くらいとかで買えるので、もう本当になんかわざわざ今の時代絶対介護用じゃなきゃいけないっていうことはないのかなと個人的にはマットレスとかの場合はね思いました。自分に合うような褥瘡予防グッズっていうのをどんどん試せるものはですね試して使ってみてください。という感じで、今回はまごちゃん実は褥瘡になってましたというお話でございます。体調であったり、あと皮膚のその乾燥とか睡眠不足とか栄養不足とか、それこそ過度に痩せてたりっていうのでも褥瘡になりやすいので、皆さん健康第一で、そして皮膚の保湿もしっかりして
今後過ごしていってください。はい、この動画がでは役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。